ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりジジイぜ。ジムのコックピットをもっと味わいたい。前回ブルーディスティニーをやっていたがコクピット視点にはまったみたいね。寝ても覚めてもコックピットが脳裏に浮かぶのじゃ。それは病気だわ。そんな病気の処方箋を見つけたぞい。機動戦士ガンダムガイデンコロニーの落ちたちで。ほうほう、これまた機動戦士ガンダムガイデンと銘打ったゲームなのね。今回もジムのコックピットで大活躍じゃ。今回も前回、大活躍したっけ？全滅エンドだった気が。皆まで言うな。というわけでオーストラリア料理のイカフライカラマリを用意してゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。さあ、行くぞ。さてさて、機動戦士ガンダムガイデンコロニーの落ちたちで、のゲーム紹介をしてください。機動戦士ガンダムガイデンコロニーの落ちたちで、は1998年8月26日にドリームキャスト専用ソフトとして発売されたゲームじゃ。ジャンルは 3D シューティング。コックピット視点による FPS 系のゲームじゃな。セガサターンで発売された機動戦士ガンダムガイデン、ザ・ブルーディスティニーの流れを組むゲームじゃな。セガサターンのガンダムガイデンは人気だったから続編を出してきたのね。そうじゃな。今でもガンダムゲームの中でも名作と名高い FPS ゲームじゃからな。がっつり続編でがっぽりウハウハじゃ。生々しいわね。セガサターンで好評だったシリーズの2匹目の土壌を狙ったゲームがドリキャスで登場したというわけじゃ。商業的には正しい流れだわ。しかし、そこはバンダイじゃ。セガサターンの機動戦士ガンダムの流れを組んだはずの、機動戦士ゼータガンダム前編ゼータの鼓動。黒歴史。そうじゃ油断ならないのじゃ。ただ1応11万8813本の販売を記録したらしい。ドリキャスにしてはそこそこ売れた方ね。それなりに儲かったっぽいな。それではオープニングをじっくり鑑賞してもらおう。チャプター設定もあるので飛ばしたい人は飛ばしてね。宇宙世紀0079 1月、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し独立戦争を仕掛けてきた。ジオン軍は開戦と同時にスペースコロニーを地球に降下させるブリティッシュ作戦を決行。その目標は連邦軍の本拠地南米ジャブローであった。しかしコロニーは大気圏突入後アラビア上空で崩壊。最も大きなコロニー先端部がオーストラリア・シドニーを直撃。町を巨大な湾へと変貌させた。スペースコロニー国家であるジオン公国は長期戦に耐えるだけの資源を持たなかった。ブリティッシュ作戦の失敗により戦いの長期化を予想したジオン軍は直ちに資源確保のため地球降下作戦を決行。電撃的に地上の3分の2を占領した。ブリティッシュ作戦最大の被災地であるオーストラリアも豊富な地下資源確保のためにジオン軍の侵攻を受けた。これに対し壊滅的打撃を受けていたオーストラリアの連邦軍部隊はなすすべもなかった。開戦から11ヶ月、連邦軍はヨーロッパでの大反攻作戦オデッサ作戦を発動し、これに勝利した。地上でのミリタリーバランスは大きく連邦軍へと傾き始め、世界各地で次々と反攻作戦が開始されていった。そしてブリティッシュ作戦において壊滅的打撃を受けたオーストラリアでもジオン軍に対する反攻作戦が開始されようとしていた。かっこいいオープニングなのじゃ。ナレーションは前シリーズから引き続き大塚明夫氏。この声のナレーションが最高なのよね。アナベルガトー。大塚明夫氏といえばスネークよりもブラックジャックよりもアナベルガトー。タイトルに気になる文字があるわね。VSRX78 にガンダムの文字か？そう、それよ。これは今回のゲームがバンダイザベストだからじゃ。ヌアント。最初から第13独立部隊とのシミュレーションが開放されておる。ジオニックフロントの恐怖再びなのね。今作が発売になったのはガンダム20周年の節目の年だったらしい。ガンダム成人式ね。20周年と聞いて時が経ったなぁ、年を取るわけだなぁなんて思っておったがのう。今じゃ45周年じゃからな。恐ろしいもんじゃ。そりゃじいさんになるわね。今作はブリティッシュ作戦にて刊行されたコロニー落とし。
本来ならジャブロをめがけて落としたはずが連邦の抵抗によりコロニーが分解。大半が燃え尽きるものの残りはオーストラリアシドニーに落っこちた。ガンダムのコロニーといい、ドラグナーのマスドライバーといいオーストラリアは災難じゃ。かっけーな。こや気分も盛り上がるぞ。オーストラリアを取り戻せ。気分は地球連邦軍ね。連邦の白い悪魔と言われた、このわしがオーストラリア大陸を制定するぞい。モルモット隊を全滅させた白い悪魔でしょ。というわけで早速遊んでいくぞい。ホワイトディンゴの諸君、緊急任務だ。諸君らも知ってのとオーストラリアでのジオン軍に対する反攻作戦は、大陸北部のダーウン、中央部のアリススプリングス、南部アデレードへの同時攻略が決め手となる作戦だ。中でも反攻作戦ののろしともいえるアリススプリングス攻略戦は、敵の大陸鉄道網を分断するだけでなく、大陸全土における敵戦力の分散を狙った重要な作戦である。現在第一主力部隊レッドポッサムが進行中だが、少々問題が発生した。アリススプリングス進行ルート上のレインボーバレーにて、偵察任務に当たっていた部隊が急遽設置されたと思われる多数の対地対空砲台と敵防衛部隊の存在を確認した。残念ながら我々の反攻作戦発動が敵に漏れていたと考えるべきだろう。今後の作戦展開を考えると、ここでのレッドポッサムの戦力消耗は回避せねばならない。しかし進軍の方を緩めるわけにもいかない。そこで諸君らホワイトディンゴは空路にてレインボーバレーへと先行突入。展開中の敵防衛部隊を対地対空砲台を優先しつつ極力排除。レッドポッサムの進軍を支援してくれ。タイミング的には諸君らが交戦中に前衛を務める戦車中隊が戦闘区域に到達することになるだろう。えりすぐられた精鋭である。諸君らホワイトディンゴの迅速な処置を期待する。いわゆる梅雨払い的なミッションらしいな。レッドポッサムが到着する前にレインボーバレーの敵を殲滅することがミッションらしい。隊長、いよいよ出撃ですね。出撃前に作戦中の各員のコードネームを最終確認します。レイヤー隊長の登場するモビルスーツがファング1、レオン機がファング2、マイク機がファング3、私の登場するホバートラックがオアシスです。覚えておいてください。ファング2、レオン、了解。ファング3、マイクも了解だ。にしてもアニタが乗ってるのがオアシスとはね、皮肉かね。ちょっとマイク、どういう意味よ。冗談だよ。戦場に咲いた可憐な花、アニタちゃんにお似合いです。戦場では背中に気をつけることね。おお、怖っ。二人とも無駄話はそのぐらいにしとけ。隊長、何か言ってやってください。キャラクターデザインがこれまでのガンダムにはない感じだわ。当時は賛否両論あったみたいだな。これはこれでわしは好きじゃぞ。
ようレイヤ中出番らしいな。作戦に合わせてモビルスーツの出撃準備を進めているが、変更があるようなら遠慮なく言ってくれ。デニム総長。違うでしょ。こんなところに潜入してたら引くんだジーンっていう資格ないわよ。違うのか、あたしんちのお父さんであったか。この人はボブロックといってホワイトビンゴ隊のメカニック長ね。ファストな味ポジションじゃな。さてさて、ミッションに出撃する機体や武装など細かく設定が可能じゃ。この辺は前作からパワーアップした要素なのね。登場機体は RGM79 ジムにするか、RGC80 ジムキャノンが選択可能じゃ。ガンダムじゃなくてジムなのね。前作の3部では強制的にガンダムに登場させられたからな。わしはロケットランチャーを持っていくぞい。攻撃力で着弾後に爆弾が炸裂して反撃攻撃的な感じになって最強じゃ。頭の悪い説明ね。強ければ良いのじゃ。強さこそ正義。言ってることが悪役すぎる。装備はこれでいいか。よし、整備はすぐ終わるからそっちの準備ができ次第。あ、ちなみに今回はイージープレイじゃ。普通にやっていたらいつ動画がアップできるかわからんくらいの難易度じゃったぞ。そんなに難しいのね。いや違うなじいさんだからか。ちゃうわい難しいんじゃわい。よーホワイトディンゴ、予定降下ポイントだ。準備はいいな。ハッチオープン。幸運を祈る。前期設置確認。異常なし。ミノフスキー粒子戦闘能。敵陣に大きな動きは確認できず、今なら奇襲攻撃が可能です。流星雨。コロニー落としの名残ね。コロニー落としで死んだ人々の魂が地球の重力に惹かれ、再びこの大地に帰ろうとしているのだ。マイク、あんた詩人ね。茶化すなよ。この大地には実際ジオンへの憎しみの力が宿ってるんだ。俺たちの中にもね。死者に与えられた力か。ジオンは眠れる獅子を起こしちまったわけだ。もっとも俺たちは獅子じゃなくてディンゴ、犬だったな。隊長、始めましょう、俺たちの戦いを。よーし、ジオンのやつらに俺の力を見せてやるぜ。マグ3、気合が入ってるのはいいけどチームワークを乱さないでね。マグ1、後の指示をお願いします。おい、いきなり指示を任せますって丸投げが過ぎるじゃろ。ホワイトビンゴ隊の隊長らしいし頑張って指揮してね。今作は容器に指示を出すことが可能になっているのじゃ。前作では指示は出せなかったわよね。そうじゃ若本氏は自由気ままに戦っておった。なんと指示待ち部下となってしまったのじゃ。前作ではミッション遂行のために自分で考えて動いていたのじゃが、今作では完全に指示待ち、与えた指示をこなすと指示が出るまで何もしない。完全棒立ち。ホワイトビンゴ隊が犬だからといって犬も歩けば棒に当たるじゃなく、犬も仕事終われば棒になるなのじゃ。Z 世代なのじゃ。宇宙世紀だから Z をはるかに超えた世代になっているわよ、きっと。とにかく前作と違って仕事がめちゃくちゃ増えたのじゃ。パイロットだけやっていたいというシャアの気持ちがわかるのじゃ。あれは政治屋をやりたくないって意味でしょ。指揮官としてモビルスーツに乗るのは嫌がっていないわよ。とにかく仕事が増えたので仕事したくないのじゃ。とんでもない本音をまき散らすな。ここでさっとキャラ紹介。おい、めくるの早い。これが主人公マスター P レイヤー。マスター、プレイヤーをプレイヤー自身である単語をもじった名前じゃ。優香島の優と同じ漢字なのね。こちらがレオン・リーフェイ。そしてマクシミリアン・バーガー。アニタ・ジュリアン・コー1点。この4名が出撃している。最初にミッションを伝えてきたのがスタンリー・ホーキンス。あと、アタシンチのお父さんじゃ。レオン・リーフェイは説明書では中国製だったみたいじゃがゲーム内では人種が違う感じになっておるな。G さんが話している間にゲームが始まっているわよ。ではしないの。これがメインのゲーム画面じゃ。前作より画面が狭い感じがするわね。フレームがうるさい感じじゃな。最後のモニターが大きくなって前面モニターが狭くなったので全体的に狭くなった印象になっておる。操作感はどんな感じなの？ぶっちゃけ前作の方が快適な操作性だと思う。
ドリキャスになりコントローラーがアナログスティックと十字キーがセットになったせいもあるかもしれんな。この頃の操作系って各ゲームで独自性出していたわよね。操作系のカンブリア爆発じゃ。十字キーで移動、アナログスティックでカメラ操作となっている。カメラ操作はジムの首振りを意識した感じになっていて原作との操作性に違和感がバリバリじゃ。あれブルーディスティニーはどんな感じだったっけ？ブルーディスティニーでは基本的にカメラ操作はなく常に正面を見ている仕様じゃった。なのでモビルスーツは常にカメラが映す方向に進んでいた。しかし今作は首振りがあるのでカメラが映している方向と胴体の方向が必ずしも同じではないのじゃ。ああ、カメラに映っている方向が正面だと思って前に進むと想定外の方向に歩き出すのね。そうなのじゃ。これがむちゃくちゃストレスじゃ。とか話をしている間にザクと交戦中ね。MS6J ザク 2J 型。一専用のザクじゃな。わしのバズーカで撃破してやるんじゃわい。バルカンみたいの撃ってますけど。撃破玉切れ。じいさんお疲れ。お、飛んだわね。身軽なザクじゃな。とにかく今作の敵は強いのじゃ。総攻撃をしないと太刀打ちできん。前作は結構単独で敵をなぎ倒していたけど、そうもいかなくなったのね。リアル思考というか、当時は CG の発達とともにゲームギミックよりもリアル性を求めていた時代じゃったな。モビルスーツ戦も妙なリアリティが入ってきてアムロガンダムのようなヒーロー的な活躍よりも、本当のモビルスーツ戦士的にだし、短期で攻めたらフルボッコで阻止終了よ。またな作りになっておる。なので1機の逆に対して3機の義務障害で総攻撃を仕掛けるランチェスターの戦闘が求められるので。戦力すべてをつぎ込んだ局地戦ね。かっこですか。これが基本的な戦略という。多分って、敵モビルスーツ撃破。こちらハング3、やったぜ。目標撃破。現場にて索敵警戒にシフトする。これじゃ、任務を完了すると自分で考えずに索敵という名の棒立ちを決行する。即座に次の仕事を与えるのじゃ。戦場に休憩時間は存在しないのじゃ。ブラック。お前ら休むとか何考えとるんじゃい。給料泥棒税金泥棒。スペースの井戸から徴収した税金を使ってスペースの井戸を駆逐するのじゃ。鬼畜ここに極まれりね。さあみんな働け。爆撃機を全力で倒すのじゃ。お、盾を構えたぞ。わしは倒されないようにしっかり防御じゃ。部下どもがザクを倒すのを待つ。過去は寝て待てじゃ。クソ上司じゃないのよ。とか言いつつもしっかりとロケランで部下を援護するいい上司なのじゃ。部下の自信となり部下の手柄となるように見えないところで支援するのじゃ。ワング2やられているけど。大バカついでも戦え。やべえパワハラ上司じゃないのよ。しかもわしの命の危険が危ない。敵さん頭突っ飛んでるー。このザク、カマキリか？表現が斬新。こんな V 破壊みたいなことができるようになったのね。今わしも知らないが、狙ってで来るもんなのか？まあ部下の一人は失ったもののわしがいれば戦力的には問題ない。ファング2よ安らかに眠れ。本当にひどい上司だな。さてさてファング3に新たな仕事を与えるのじゃ。馬車馬のように働くのじゃ。このあたりはジオニックフロントのようなリアルタイムストラテジー的な面白さはあるな。そうそう、このミッションの具体的な目的じゃがな。ああ、梅雨払いとは言ってたけど具体的には言ってなかったわね。このエリアのジオン地上部隊の戦略じゃ。ザクやら砲台やらマゼラアタックとか倒すのね。マゼラは古代のように飛び回って厄介じゃ。このターゲットって出ているのが対空の降射砲ね。その通りじゃ。ターゲットを全部潰せばいいんじゃないの？標的なわけだし。でも司令官が防衛隊も倒せまとせと言ってたし。敵じゃ。脳筋ゴリ押し系だな。レッドポッサムの航空部隊がやってきたらしい。マゼラの残りは彼らに任せるとしよう。でも敵はあの赤いのだけ？結構近くまで寄らないと敵の位置がわからんのじゃ。索敵とかうまく使うと良いのかもしれんが。まさか G さん説明書は？無論読んでいない。またなのね。読みなさい。はい。後で読みます。さっきのターゲットを破壊したな。でもミッション終了にならないわね。やはり敵が残っているみたいじゃな。あら？さっきは1個しか赤い四角がなかったのにすぐそばにも砲台があるわね。叩け。これはマゼラアタックだったか。手前は砲台みたいだったぞ。奥のマゼラアタックをターゲットしつつ手前の砲台を破壊する器用な芸を見せたわね。まあ一人の狙撃手ともなるとこうなるな。わしか無課金おじさんくらいにしかできない芸当じゃな。マゼラに翻弄されているのによく言えるわね。5倍目。
ジオンはモビルスーツではなくマゼラをもっと量産、高性能化すれば圧倒的に地球を制圧できたと思うぞい。というか、おそらく、この未来の科学力なら無人兵器での戦闘じゃろうな。AI によって自律制御された無人兵器による戦闘でミノフスキー粒子も克服できてしまう。じいさんそんなことを言っちゃダメよ。ガンダムシリーズが根底から覆されてしまうわ。入手回線がどうとかこうとか言っている場合じゃねえぜ。AI など存在しなかった。それがガンダムの世界線。誰かガンダムの世界線に進化した AI 兵器を投入したい作品を作ってくれんか。それはそれで見てみたい気もするわね。戦闘エリアに戻ってください。マーク1に警告。作戦エリア離脱中。戦闘エリアに戻ってください。怒られているわよ。いつの間にか戦闘エリアを離脱しそうになっていたのじゃ。敵前逃亡じゃ。軍法会議者ね。おそらく左上の方に敵がいそうなのでファング3を向かわせるのじゃ。あいつ、わしよりも端っこにおるのじゃ。オアシス了解。いたいた。たんまりいたのじゃ。敵のすね。ここを一気に叩くのじゃ。お、離陸しようとしているマゼラを倒す鬼畜っぷり。のんきにホバーしている方が悪い。どんどん撃破するのじゃ。まだ終わらないわね。残りはどこじゃ？ここか。見つからん。北の方だったわね。どの方角を向いているのかがわかりにくいのじゃ。正面モニターの上に申し訳程度に方角が表示されているが、表示が小さい。近くにあるみたいなのじゃが。あれ？終わったわね。踏みつけたのか？隊長、敵殲滅。我々の勝利です。俺たちにかかればこんな任務軽い。防衛部隊にしては戦力が少なかったな。気に入らないな。なんで俺よ。敵さんの陽動作戦だったってのかい？そりゃ考えすぎだろ。ミッション1クリアじゃな。ファング2は死んだはずじゃ。生きてたみたいね。化けて出てきたのかと思った。恨み買ってたからビビりまくりね。俺はマスター D レイヤー、レインボーバレーでのミッション完了もつかの間。ホワイトビンゴ隊に次の指令が下る。レッドポッサム隊が到着する前にアリススプリングスへ突入。敵駐屯部隊の強襲が目的だ。おいおい、またレッドポッサム隊の梅雨払いかよ。連合も人使いが荒いぜ。そんな中あんたが気になる情報を入手していた。どうやらジオンが列車で何かを運んでいるらしい。これは撃破するしかないぜ。ってそんな運よく遭遇できるの？ブライトさん。そんなわけでアリススプリングスに行ったまではいいけど、敵さん民間施設は有効活用するって方針して言ってたのに、こちらを見つけたら発砲してきやがった。民間人を巻き込むつもりかよ。そこに敵さんの新型モビルスーツまで出てくる始末。こいつ荒野の信頼だって？超ピンチと思っていたら突然の急戦を申し込んできた。一体全体どうなってるの？次回、機動戦士ガンダムガイデンコロニーの落ちたちで、第2話、アリススプリングスの葛藤、お楽しみに。おとなしく見逃しちゃう？というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいので、そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれるとじいさんの励みになるわ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に行きたいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。
さてさて、始まりましたコロニーの落ちたちで、これ全部終わってから動画化するといつアップできるかわからんので、クリアしたところから順次アップしていく方針にしたぞい。長丁場になりそうだな。ドキュメンタリー的に初見プレイをお届けじゃ。まあ、下手くそなのはいつも通りね。任されて。